こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます。青子です。今回ネタにするバイクは、スズキの GSX S1000GT だ。おう、先進的なスタイリング、新しいコンセプトを持つツアラー。らしからぬ先鋭デザイン。バカにしてるだろ。してません。スズキの新型発表はいつも突然で、嬉しい悲鳴だぜ。今回も期待できる顔芸、いや、デザインで、新しい機能も搭載されてるみたいですね。絶対、バカにしてるだろ。いや、してませんってば。まあいいぜ。GT バイクとして十分な性能を持った GSX S1000GT を、サクッと考察していくぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだぜ。1、GSX S1000GT って。2、スペック考察。3、価格。4、まとめ。です。じゃ、はじめ、か。1、GSX S1000GT って。この名前、つい最近聞いたことがありますよ。S1000 のことだな。このチャンネルで何本も動画をアップしてるしな。GSX って言えば、ネイキッドの S1000、1100S、刀とか、フルカウルのスポーツバイク S1000F ってのがある。今回の S1000GT は、今年の9月に国内販売された S1000 がベースのバイクだ。それなら S1000F じゃないの？なんで S1000GT なの？そうだな。名前からわかる通りスポーツバイクではなく、グランドツーリングバイクに生まれ変わったってわけだ。S1000F ってもともとツアラーじゃん。先代の S1000F だけど、スズキの紹介ページにはツアラーとか、ツーリングって文字は見かけないんだよな。そうなんだ。V スト 1050XT がアドベンチャーツアラー。S1000F はロードツアラーだと思ってました。実は、俺もそう思ってた。なんだそりゃ。改めて S1000F の公式ページを見てみたら、野獣を狩るとか、筋肉質な体、牙を表すデザインとか、ガチスポーツ走行よろしくな言葉がたくさん踊ってる。ワインディングを駆け抜けたり、峠を楽しむってイメージ推しなんだよな。だから、S1000F が進化して S1000GT になったってわけじゃなくて、S1000 をベースで新コンセプトのモデルが誕生したよ、って話なのかと思うんだよ。と主は考えております。要は、S1000F を引きずることなく、ツアラー性能に全振りしたバイクってことですね。PV も見たんだけど、カップルが二人でキャッキャウッフしながら、おしゃれな小料理屋でお酒を楽しむ内容で、いやいや、小料理屋じゃないし酒飲んでないし、男女二人がロングツーリングを楽しむって動画で、S1000 とは全然違うシチュエーションだ。S1000 は研究室からバイク盗んで走り出してましたからね。あと、最近のスズキの新型は、スズキグローバルサイトにたくさん情報が掲載されてるんだけど、もう見た？見ましたよ。今回も色々動画がアップされてましたね。今回も 3D 鈴木社長は登場するのかな？それは見てのお楽しみで。では、S1000GT のスペックを見ていくぜ。2、スペック考察。カラーリング&デザイン。今回のカラーリングは、基本を抑えたスタンダードな配色で、全部で3種類だ。トリトンブルーメタリック、メタリックリフレクティブブルー、グラスパールブラック。メッキ部分はマフラー部分だけだし、金色のフロントサスも大部分が隠れてるから、全体的に落ち着いた配色になってますね。そうだな。今回は目立つ差し色もないし、社名ステッカーも単色で、悠々たる色合いだ。あれ？最近鈴木が推してたマットグレー系カラーがありませんね。バイク単体で見るとグレー系はかっこいいんだけど、この色、ウェアやヘルメットカラーと合わせにくいんだよな。同系色にするとピンとこないし、トリコカラー系にするとアンバランスだし。個人的な感想だけど。ま、ライダーの好みですね。で、この外観って、鈴木好きの一ユーザーとしての意見だけど、MT10 と CBR250RR を足して2で割ったデザインですね。言っちまったか。2頭で2段のヘッドライトと、直線的なデザインの影響だろうな。S1000 の段々畑ライトをうまくアレンジするとか思ったんですが、違いましたね。フロントマスクに目が行きがちだけど、もっと気になるのは真正面から見た時のサイドカウルの段々畑形状だ。段々畑好きね。S1000GT では空気の受け方、流し方をかなり意識した形状になってると思うぜ。そうなの？どの辺が？極端な話になるけど、防風性能を上げたければ、仕事用スーパーカブによくついてる、でっかい風防が最強だよな。でもそれだとカッコ悪いから、目標の防風性能を満たしつつ、小型のスクリーンをデザインするわけだ。かっこよさは正義。マシン全体の空気抵抗は減らしたいけど、ライダーの防風性能は減らしたくない。これは相反する性能だよな。地球上を走る限り空気抵抗はなくならない。それなら風を防ぐのではなく、ライダーが不快に感じる部分を減らすように空力性能を設計する。このバランスを最適化したデザインってのが、この段々畑カウルだな。ふむふむ。例えばカウル内にあるこのパーツだ。単なる泥跳ね防止カバーじゃないの？と、思うだろ？でもこれは、メーター周りからの風の巻き上げを抑える役割もあるんだぜ。このインパクトのあるデザインは、空力を十分に検討した答えなんですね。そういうことだ。
でも、開発段階で誰か言わなかったのかな？あれとそれに似てるって、そりゃ、ラリルレロだ。え？ラリルレロ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 。マリサ。どうも、マリサがバグったみたいなので。というわけだ。鈴木らしい、先鋭的なデザインってことですね。そうだな。エンジン。PV の撮影方法が上手くて、排気音がめっちゃいい感じに聞こえるぜ。ヘッドホンで聞くと、脳みそをくすぐられる排気音ですね。S1000GT は2005年型 GSA、XR1000K5 型のエンジンを採用してて、こいつは名機って言われてるぜ。さらにそのエンジンを他車種展開しながら、15年以上にわたって熟成し続けてるから、もう無敵戦艦だ。すごいエンジンなんですね。どんな仕様のエンジンなの？排気量999立方センチメートルで、水冷直列4気筒 DOHC。鈴木のグローバルサイトにあった、車両紹介 PV を見たけど、数値的なスペックは、先に発売された S1000 と同じだな。K5 型時代と見た目はあまり変わってないけど、中身は生まれ変わってる、と言ってもいいですね。そうだな。機械的なネガを潰し制御系をアップデートし、エンジンはこれからも進化し続けるはずだぜ。EV 登場ってなっても、生き残りそうですよね。それはないだろ。燃料タンク容量は19リッターだ。燃費が S1000 と同じ 16.6 キロとしたら、走行距離は 315.4 キロってところかな。あ、でも確か、S1000GT の重量は226キロで、S1000 より12キロ重いから、多少燃費は変わると思います。フレーム、足回り。フロントタイヤは 120/70ZR17、リア 190/50ZR17 だ。車重は226キロだな。車両サイズは新型 S1000 と同じ？さすがにサイズは一緒じゃないぜ。でも、前後サスペンションの仕様やブレーキ仕様、タイヤサイズは同じだな。同じですか？同じだな。だとすると、S1000GT の開発費はデザイン関連に多く使われたってことですね。あの見た目だしな。デザインといえば、今回は GT ってことで、シートレールを再設計することで、リアシートの快適性アップと、積載性がアップしてる。ライダーとパッセンジャーの乗り心地、快適性アップにも力が入ってるぜ。どんなところが？リアシートの肉圧アップや、パニアケースの装備を前提にしてたり、サイドケースにフルフェイスが収納できるんですね。すごい。ハンドルグリップをライダー側に 14mm 近づけ、ハンドルにラバーを挟み込み、振動軽減してたり、前傾姿勢が和らいだのは嬉しいです。ステップはラバー付き装備にしたってところだな。これだと、運転だけでなく後ろにも乗ってみたくなりますね。それに、仕様を S1000 と近くすることで、新モデルを出しつつも、生産ラインの変化は減らしてるってことですね。さすが鈴木だな。じゃ、お次は装備をじっくり見てみるか。使用装備。S1000GT は、電子制御や便利ツールもてんこ盛りですよね。まあ、そうだな。V スト 1050XT 並みにモリモリだといいな。じゃ、一気に行くぜ。電子制御システム、SIRS。鈴木インテリジェント、ライドシステム。電子制御スロットルを軸として、各電子制御を総合的にコントロールする、鈴木の電子制御システム名だ。なんか難しそう。こいつをいじるの？いやこれはシステム名称だ。実際の設定はこいつで行うぜ。SDMS。鈴木ドライブモードセレクター。スロットルを操作した時の出力特性を、3つのモードから選択できるぜ。モード A アクティブ、モード B ベーシック、そしてモード C コンフォートだな。基本的にはここを選ぶだけだ。ややこしくないぜ。よかった。最近は電子制御の種類が多くて、選ぶだけであとはお任せってことね。STCS。鈴木トラクションコントロールシステム。SDMS で選んだモードに対して、TCS の効き具合を5段階オフから選択できるぜ。クイックシフター。もちろんアップ、ダウンの双方向対応だぜ。クルーズコントロール。S1000 では見送られたクルコンが、S1000GT には装備されたぜ。やったー。ロー RPM アシスト。極低回転でのクラッチミート時に少しだけエンジン回転を上げ、エンストしないようにフォローしてくれる。鈴木、イージースタートシステム。セルボタンを一押しで、エンジン始動するぜ。スマートフォン接続機能。鈴木、マイスピン。これはボッシュが提供する、液晶メーターとスマートフォンの連携ソリューションを使ったシステムだ。できることは、Apple のカープレイみたいなもんだ。どんな機能なの？簡単に言えば、スマートフォンの機能や音楽、連絡先などのアプリを、二輪車上で利用できるようにした汎用システムだ。こいつには拡張性があって、サードパーティアプリをダウンロードすることで、便利なアプリが利用可能になるらしい。で、どんな便利機能？資料を確認したら、ナビタイムが提供する二輪車ライダー専用アプリ、ツーリングサポーターが使えると記載があった。何それ？総合バイクアプリだな。ツーリングルート案内、カスタマイズやメンテナンスが管理できるってやつだ。ほえー。手持ちがあるんでしょ？音声案内を使うには、サブスク会員登録が必要みたいだ。月額400円だ。あら。で、タッチパネル？残念ながら違う。なんで？ここまでやるなら、ハンドルについてるスイッチボックスだけじゃなくて、タッチパネル操作もできた方がいいのに。なんでタッチじゃないの？
タッチ専用だと、走行中に設定変更が難しいし。それに、タッチがないのはボッシュ側のシステムがスイッチ操作前提だからだし。できないって言ったら、そこで終わりだよ。とは言ってもな、提供元のシステムがな。あ、なんか仕事してる気分になってきたから、この話題はここで終わり。終わる前に最後の質問。どうぞ。V スト 1050XT に装備されてたコーナリング ABS や、ヒルホールドコントロールシステムとかはない。ま、この辺は6軸 IMU で視程検知ができないと難しいし。システムは持ってるのに、GT なのに、ないならないでな。はい、そこまで。今回は長くなったので、ライバル比較はまた今度にするぜ。本当に最後の人道。なんだ？価格は ?3、価格。S1000GT の価格だが、スズキの UK サイトには11,599ポンドって記載されてたな。日本円換算で約175万円だ。S1000 は11,999ポンドで、日本円換算は約166万円。S と GT との差は、約10万円ってことですね。S1000 の国内価格は143万円だから、150から160万の間ってところだな。S1000F に比べたら、かなりお高くなりましたね。残念ながらリーズナブル感はなくなったけど、新しいチャレンジをしてるってことで、今後に期待だな。最後はまとめだ。4、まとめ。スズキのデザインが大きく変わってきてますね。ああ、昔のようなぶっ飛んだデザインに戻ってきたな。先鋭的なデザイン、ね。今後のスズキのバイクが楽しみです。スズキのバイク界隈もだいぶ温まってきたし、そろそろリカージョンが発表されてもいい頃なんだけど。今の時代にターボは難しいと思いますけど。もちろん電動でだぜ。あのデザインなら、スズキやってくれたって感じだ。それは、鈴木社長次第ってことで。では、今回の速報はこれぐらいでお開きです。ご視聴ありがとうございました。それでは、See you!